どうもベニマルでございます。オリジンエフェクツといえば私の大好きなブランドなんですけど、そんなオリジンエフェクツからまた新たなオーバードライブが登場しました。 DCX ブーストはいわゆるトランスペアレントなオーバードライブブースターの領域をカバーするペダルとなっております。レコーディング機材界のレジェンドにユニバーサルオーディオの610-610というコンソールヘッドアンプがあるんですが、DCX ブーストはそんな610にインスパイアされたペダルとなってます。オリジンエフェクツのペダルってもともと割とレコーディング機材っぽいフィーリングを持ってたりするんですが、それがね DCX ブーストはより一段とナチュラルでクリアな特性を持ってますよと。同じオリジンエフェクツのリバイバルドライブとかハルシオン、この辺との違いなんかも交えつつ DCX のパワーを紐解いていきましょう。まず DCX ブーストには大きく2つのモードがあります。オーバードライブ OD モードとよりゲインが低くてブースト向きの EQ モード。まずは分かりやすい OD モードから見ていきましょう。かなりナチュラルなオーバードライブですね。アンプのクリーンのキャラを大きく変えずに自然なサチュレーション、歪みを付与してくれます。相変わらず強弱への反応もすごいというか異常ですね。DCX ブーストは中央にボイスというスイッチがあって、これで3つのキャラクターを使い分けることができます。とにかくクリアでワイドレンジなフラット、ちょっとミドル寄りのミディアム、そしてがっつりコンプレッションされたダークって感じですね。特徴的なのがフラット。これあまりにワイドレンジなので結構バリッとした独特な歪み方をします。フェンダーアンプをドライブさせた時みたいなちょっとハイファイな歪み方に感じますね。逆にダークモードなんかはハイがカットされてるっていうのもあるんですが、加えてコンプレッション感が結構増してます。フラットモードのバキッとしたトーンと違って結構柔らかい質感があるので、がっつり歪ませるにも使いやすいかなと思います。ミディアムモードはその中間って感じで、ややタイトでバランスの良いオーバードライブって感じになります。DCX ハイロー2バンドのフィルター EQ があるんですが、これの聴き方が非常にナチュラルです。ギターに最適化されているというか、アンプのキャビネットサイズを変えたみたいなかかり方をしますね。なので小さいアンプを使ってる時とかローを上げてあげると音圧感が出て良いと思います。ハイも見てみましょう。
ハイも同様に繊細なかかりですね。トレブルだと思って回すよりはプレゼンスのエアー感、オープンさを調整するようなイメージがいいかなと思います。このフィルターとボイススイッチを組み合わせて音を作るわけですが、ここで面白いのがダークモードでハイを上げた音とフラットモードでハイを絞った音、これを比べてみましょう。こうしてみるとレンジ的に近づけたとはいえ全然違う音なんですよね。ダークモードは気持ちよくコンプレッションが効いてるのに対して、フラットモードはアタックがかなりクリア明瞭に出てますね。誤解を恐れずに言えばダークは改造チューブスクリーマーっぽいサウンドで、フラットはジャンレイみたいな、ボイススイッチの使い方次第で複数のサウンドをガラッと使い分けできるよというのが DCX の面白いところだと思います。続いて EQ モード見ていきましょう。本当にオンになったのって感じですけど、ピュアなセッティングだとまずこんだけ原音忠実になるポテンシャルがあります。その上で例えばブーストついでにちょっとだけローを持ち上げたりとか、もともとがあまりにクリアなのでブーストしても全くノイズとか雑味を感じなくて良いですね。EQ モードであっても一応ゲインを思いっきり上げると少し歪みます。強く弾くとちょっとサチュレーションするって感じなんですが、おかげでうまく調整すると非常にリッチな倍音感が得られますね。これダークモードの柔らかい雰囲気と相まって良きですね。EQ モードでもボイススイッチは OD モードと同様のかかり方をします。フルレンジブーストのフラット、柔らかいダークは分かりやすいとして、ミディアムモードはミッドがバキッと立つので、少し歪ませたアンプをプッシュしてあげるとロックな質感が得られます。結構タイトな感じでライブハウスなんかでも音抜けが良さそうですね。こんな感じで EQ モード、圧倒的にクリアでワイドレンジなサウンドを軸として、ボイススイッチやフィルターでいろんな質感を出すことができます。最後にオリジンエフェクツといえば、すでにリバイバルドライブとハルシオンというね、素晴らしいオーバードライブがあるわけですが、DCX ブーストはこれらと比べてどういう立ち位置になるんでしょうか。まずそれぞれのペダルのキャラをおさらいすると、リバイバルドライブは真空管アンプの挙動を再現したペダル、ハルシオンはチューブスクリーマーの回路からスタートしたペダルです。なので乱暴に言えばそれぞれアンプライク系、チューブスクリーマー系と。対して DCX ブーストはいわゆるトランスペアレント系、原音を大事にしつつプラスアルファしようというペダルです。
ハルシオンはミドルのパンチが特徴的でキャラが分かりやすいですけど、リバイバルドライブはアンプらしさの再現に重きを置いているので、ちょっとクシュッと混沌とした密度の高い歪みが特徴的です。 DCX は特にフラットモードにしてる時のクリアさが際立ってますね。ダークモードも特徴的で、この柔らかい感じは他の2機種では出しづらいサウンドだったりするので DCX の強みの一つです。3台ともオリジンエフェクツの音という点では共通してて、高いダイナミックレスポンスとちょっとハイファイでバキッとしたキャラ、これは共通して持ってる要素かなと思います。その上でミドル命のハルシオン、アンプっぽさに特化したリバイバルドライブで、原音を大事にしてプラスアルファする DCX ブーストって感じで選ぶのがいいんじゃないかなと思います。ということで DCX ブーストの紹介でした。オリジンエフェクツのペダル、個人的にもかなり気に入っていてよく使うんですが、 DCX ブーストその中でもかなり分かりやすいし、サウンドも文句なしと、しばらく使い込んでみようと思うんですが、今のところ一番使い勝手が良さそうに思います。またナンバーワンが更新されたかもしれないですね。オリジンエフェクツクオリティがやたら高いのにプロダクトのペースが速いの、これすごいですよね。どれも使ってみると明確なキャラの違いがあるんですけど、カタログスペックというか見てるだけだと違いが非常に分かりづらいなと思うので、いろいろ自分の過去の動画も含めて参考になれば幸いでございます。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。